お金払ってる人にどこ行ったらあかんから。そういうルール、日本は。ホテルを利用する人しかここ行ったらダメ。ホテルを利用する人しかここにいたらダメ。瞑想するんやったら外でやってください。So this is for the customers for a hotel. So if you do a meditation, please do outside of the property. 外に出てって、外。Would you mind doing outside? ホテルの人が出て行ってって言ってるから出て行ってください。Then stay. え One more time, please. 動きます。ご注意ください。有料外国人は気づいていた。日本の観光名所、京都崩壊直前の渓谷を振り返る。日本たぬききり、日本たぬききり。皆さんこんにちは。日本たぬき TV の管理人です。皆さんはオープニングの京都府警の警察官の外国人に対する対応をどう思われましたか？このような動画がインターネットで拡散されると必ず日本の警察官は対応が甘い、これじゃ外国人に舐められて当たり前だなどと日本に住んでもない安全地帯の外国から日本の警察官を批判する他国に住んでる日本人が必ず現れて偉そうにほざきますが、私はそういう安全地帯から日本の批判をするやつが一番許せない人物だと思ってます。画面ではモザイクをかけてますが、この警察官の方はまだ若い方です。おそらく私の息子と言っても大差ないぐらいの年齢の方だと思います。皆さんはこの警察官があなたの息子だとしたら彼をバカにできますか？彼を批判できますか？非難されるべきは宿泊者でもないのに、ホテルからすでに警察に通報されてるにもかかわらず、金も払わずロビーを占拠して瞑想したがる。お前、瞑想の意味全く分かってないだろっていうこのあたおか外国人と理不尽な外国人に対してこのような緩い対応しか許させない日本の司法や法律だと私は思います。一体全体、京都の政治家は何やってんだ？京都の政治家は誰なんだ？京都の現在の国会議員は第50回衆議院議員選挙当選者、京都1区立目康自由民主党、京都2区前原誠司日本維新の会、京都3区泉健太立憲民主党、京都4区北上敬郎無所属、京都5区本田太郎自由民主党、京都6区山井和則立憲民主党、みんなの嫌悪感代表比例で堀川明子日本共産党以上が京都の衆議院議員多数。地獄じゃねえか。参議院議員はどうなってるんだ？はい、京都の参議院議員は第26回参議院議員選挙当選者、1人目吉井明自由民主党、2人目福山哲郎立憲民主党以上が京都の参議院議員多数。結局地獄じゃねえか。利権で選ぶな。組織票バレバレじゃねえか。これは京都が壊れても仕方ないメンツですね。ちなみにこちらの脱粉してるように見える中国人に見えるような人ですが、ジョーカーさんは脱粉だと思ってそうですが、私は彼がボンジョビのリビンオンアプレイヤーを聞きながら神に祈ってると信じたいですね。お待たせしました。では今から動画の本編に入ります。今回参考とします引用元はウェブサイトトリップエディタ .com 様に寄稿されていらっしゃる赤池里香様が2023年11月22日に投稿された。写真と全然違うじゃん。外国人観光客が漏らした京都旅行の本音。こちらから今の崩壊した観光名所と化した約半年から1年前に日本旅行で京都に訪れてた外国人観光客の鋭い本音を振り返ってみます。なお記者の赤池様は数多くの旅行に関する記事をトリップエディター .com 様に寄稿されてますが、皆様ご存知皮肉屋の私管理人のたぬきが見ても非常にためになる内容の濃い投稿ばかりですので、ご興味がある方は動画の概要欄や固定コメントにトリップエディター .com 内赤池様のリンクを貼ってますので、ぜひご覧になられてください。それでは本編スタートします。京都市産業観光局による京都観光総合調査を見てみると、観光客数だけでも
2021年の2102万人に比べ2022年は4361万人と倍以上に増加しており、ほとんどコロナ前の水準に戻りつつあることがわかります。まずは実際に体験した観点から日本京都観光について旅行前の理想と現実で違うと感じた部分について質問。そこで上がったのが外国人観光客が想像以上に多かったという声です。人が多すぎて写真をきれいに撮ることができなかったり、自由に身動きが取れなかったところ、アメリカ。せっかく京都で落ち着いた雰囲気の中で美しい景色と一緒に写真を撮ろうと思ったのに、いざ京都に来てみたら動物園の猿山でギャーギャーわめき散らすのぐそする猿みたいな連中いたら、それは幻滅しますよね。日本タヌキ。時期的なものもありますが、思っていたよりも人が多く、待ち時間もかなりあって少し残念でした。ロシア。そうかそうか。どうでもいいから早く北方領土返せ。日本タヌキ。人が多かったせいか道端にゴミが落ちていることがあり、せっかくの旅行でしたが少し残念に感じました。オーストラリア。そうかそうか、それは悪かったな。シーシェパード民よ。しかしそのゴミを落としてる9割は中国人だ。今からその証拠を見せてあげよう。これは中国の正月の様子だ。こんなん日本人でも対応無理やろ。日本タヌキ。真夏のハイシーズンだったため、涼む場所の少なさに困ることがありました。フランス。答えは簡単です。答えはザ盆地です。京都では A 地点から B 地点まで行く間にすでに汗が噴き出すんです。それは今日の盆地シートです。冷感シート忘れずに。お大事に。日本おさむジャンドエース。外国人にフォーカスするのは良いですが、本来の京都と少し違うような外国人向けのお店が多くなった気がしました。イギリス。おいおい、2023年時点で皮肉が大好きなイギリス人が本音で話してくれてるじゃねえか。なんで日本政府は綺麗な家に来る住人を捨てて、カビが生えた家に来る住人を選ぶようになったんだ。目先の利益だけ追求して、こうやって長い間日本を愛してくれる外国人を日本政府は捨てているんだよ。ゴミやカビはいくら増えてもゴミやカビでしかないんだよ。わかったか、ひわや。英語やフランス語のサイトでは、写真がやや誇張され加工されているものも少なくなく、実際の京都の街並みの様子に驚いていた様子でした。フランス。それはいわゆる加工詐欺ってやつだね。画面に写っている写真が京都のつもりであれば、まず富士山が写ってるのがおかしいです。ただ世界中のどこでもフィルターによる画像の加工っていうのはやってますよね。それに正直この1年後の2024年にフランスのパリであんなもの見せられるとは思いませんでした。だからあまりフランスの人に美意識とか美的感覚をとやかく言われたくないのが本音です。日本タヌキ。各地の行き先についてリサーチ不足でした。電車が縦横無尽に走っているわけではないので、バスでの移動が不便だと感じました。韓国。なるほどなるほど。これは素晴らしいコリアンのお手本ですね。まず不満を言うのではなくて、自身のリサーチ不足を自覚しているところが素晴らしいと思います。日本人はそのような謙虚な人が大好きなので、次回日本に来た時は旅行を楽しまれてください。あなたみたいな人だったら何か困った時はきっと日本人が助けてくれますよ。日本タヌキ。ハイテクな国であるにもかかわらず、クレジットカードが使えないお店が観光地の京都でも割と存在していたことです。イギリス。2023年時点でもクレジットカードが使えない店が結構ありましたが、よし、提案があります。あなたの知り合いの中国人女性に頼んで日本の外務省宛てに手紙を書いてもらってください。いわやっちゃん、早く京都のすべての店でクレカ利用可能になるようしろや。怠けてたら金平にチクるぞ。いわやに突中国女。京都の人々の優しさと配慮に感動。様々な疑問があるとはいえ、観光中に感じた良かったことについても多数の声が寄せられています。時折見える京都弁が新鮮ロシア。Мне все равно вы русские, просто поторопитесь и верните северные территории Японии. こともあろうか、パートナーが携帯電話をなくしたのです。2人で行ったカフェに戻ると、
店主の方が丁寧にきれいな紙袋に入れて保管してくれていました。イギリス。あ、それ気をつけてくださいね。その日本の伝説は今の京都じゃもう無理だと思います。理由は簡単です。あなたのパートナーの携帯電話を見つけたどこかの国の人間が必ず取るからです。日本人は落とし物を落とし主に戻しますが、日本という国が落とし物を落とし主に返すわけではありません。日本には日本人だけがいるわけではないですから。日本たぬき。町全体が観光客慣れしており、通訳せずに済むことが多くてよかったです。アメリカ。今まで振り返ってみると、やはり正常期トランプ民は日本に対する土地的、文化的な理解度が高いですね。これまで日本に不満を言ってる大半の国は、未だに DEI にしがみついて、移民にめちゃくちゃにされてるアニメだけしか見てないのに、日本の文化を分かったつもりでいるような、サッカーの試合でクソみたいなちゃんとして喜んでるヒスパニック系や、日本が嫌いなのに日本旅行に来るイカれた最古国民だからね。日本タヌキ。簡単な英会話や英語兵器のメニュー、ベジタリアン配慮の食事など、以前より過ごしやすさが上がったように思います。フランス。あなたは日本旅行のリピーターさんみたいなので嬉しいのですが、あなたの意見は半分は正しいと思うし、半分は間違ってると思います。正しい部分は、日本の食事店でメニューに英語を併記してる店が増えてることです。あなたが間違ってることは、ベジタリアンなどのマイノリティに対して日本や世界が配慮しすぎてるところです。逆にあなたたちベジタリアンがいる場所で、私が肉が大好きだから肉の料理を出せと言ったら、あなたたちは肉の料理店を出せますか？絶対に拒否しますよね。他人には要求して自身は変わろうとしない。それがあなたたちベジタリアンやビーガンなどのドイツマイノリティの人間です。日本たぬき。見どころの多い京都観光。中でも人気が集まっている場所といえばやはり神社仏閣。実際にお話を伺ってみると、二条城、金閣寺、銀閣寺、龍安寺、仁和寺、清水寺、八坂神社など京都を代表する名スポットを一気に巡ったという人もいるほどです。以上がウェブサイトトリップエディター .com 内、赤池里香様の寄稿されてる写真と全然違うじゃん。外国人観光客が漏らした京都旅行の本音に登場する外国人観光客の疑問に対する私の回答でした。実はこの投稿には続きがあって、最後に少し触れた神社仏閣または宿泊ホテルに対する外国人観光客の評価も紹介されてるのですが、それは少しばかり商業的な側面が含まれてる気がするので、私のチャンネルではそこを紹介することは控えさせていただきます。しかしそんな中、ある人物だけが今の悲惨な京都を予告するような発言をしていたので、最後にその人物のコメントを紹介いたします。一棟貸しで最高でした。他のお客様がおらず、日本人より声の大きい外国人の友達をアテンドするのも楽でよかったです。中国。日本政府よ、貴様らは本当に日本を愛してる外国人を捨て、日本国民の声を聞くこともせず、このゴミを選んだ。貴様らがまき散らかしたゴミは、貴様らゴミ政治家が片付けろ。日本国民に負担をかけんな。てめえのケツはてめえで拭けや。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が良かったと思われた方は、高評価ボタンを、私と一緒に平野瓜生さんを応援してくださる方は、この後の終了画面にて、本チャンネルと平野瓜生さんのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録時に通知ボタンも合わせて設定してくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。